皆さんこんにちは、任天堂の岩田です。脳トレにポリゴンの川島教授が登場していたのは多くの皆さんがご存知と思いますが、今回鬼トレの発売が近づいてきたこともあり、鬼トレの開発チームに無理をお願いしてポリゴン岩田を作ってもらいました。聞くところによると、私と川島先生の顔には共通する点が多く、比較的短い時間で作れたようです。調子に乗って鬼に変身できるようにもしてもらえないかとも頼んでみたのですが、鬼トレ開発チームからそれは勘弁してくださいと断られてしまったので、鬼社長には変身することはできないのですが、今日はポリゴン岩田がインターネットをご覧の皆さんに直接お届けしますと言いたいところですが、比較的短時間に制作できたモデルとは違い、映像として長時間動かすアニメーションをつけるにはかなりの作業が必要になると聞きましたし、開発チームは商品を作ることが本来の仕事ですから、これ以上お願いするわけにはいかないので、ここからは本人とバトンタッチします。改めまして皆さんこんにちは。先日現地時間の6月5日から7日にかけてアメリカ・ロサンゼルスで E3 が開催されましたが、それに先駆けて日本時間の6月4日朝に任天堂ダイレクトプリ E32012 を放映し、 Wii U に関する新しい情報を皆さんに直接お届けする新しい試みにチャレンジしました。この中で私は今年の E3 プレゼンテーションでは Wii U について集中的にお伝えしたいと思いますので、任天堂 3DS に関する情報は別の機会にお伝えすることを予定していますと申し上げました。ここでお伝えした別の機会が本日の任天堂ダイレクトになります。本題に入る前に E3 でお伝えした内容について少し補足させてください。今年の E3 ではコンセプトに関する情報は事前に任天堂ダイレクトでお伝えし、ノキアシアターで行った E3 プレゼンテーションでは時間の大半を Wii U のゲームソフト関連の情報で構成しましたが、E3 は世界に向けて情報を発信する場であると同時に、アメリカ市場に向けてのトレードショーという性格もありますので、アメリカ市場向けの内容で構成しました。このため深夜に日本からご覧いただいた皆さんの中には消化不良を感じられた方が多かったようで、これは生中継時の日本語音声にトラブルがあったことも含めて今年の私たちの反省材料でした。準備に時間も必要ですので、すぐにというわけにはいきませんが、日本市場向けには改めて機会を設けて Wii U ハードでどんなソフトタイトルが発売時に、そして来年にかけて楽しんでいただけるのかをしっかりお伝えする場を設ける予定ですので、よろしくお願いいたします。また昨年の E3 で任天堂 3DS と Wii U の両方でスマブラ2作を同時開発するということを発表させていただきましたが、今日はその続報をお知らせいたします。スマブラでは当初スタッフ公募による開発体制を予定していましたが、2作の同時開発という大きなチャレンジと、少しでも早く皆さんにスマブラをお届けしたいということのバランスを考えた結果、大規模なソフト開発経験が豊富で様々なキャラクターゲームの制作に慣れておられるバンダイナムコゲームスさん、バンダイナムコスタジオさんに2作同時開発のための十分な規模のチームを編成していただくことができることが分かりましたので、両社と共に開発を進めることになりました。もちろんこれまでのスマブラシリーズと同様に空の桜井さんが制作の中心となりディレクターを務めます。バンダイナムコスタジオの開発チームの運営にはプロデューサーとしてゴーバケの小林さん、バンダイナムコスタジオさん側のディレクターとしてテイルズの樋口さんなど充実した体制で当たっていただけることになりました。 3DS の新光神話パルテナの鏡の完成後、桜井さんとバンダイナムコゲームスさん、バンダイナムコスタジオさんのチームによる2作の同時開発はすでに始動しています。本日この後任天堂公式ホームページで桜井さんと小林さんからいただいているメッセージを公開いたします。さて、これからの任天堂 3DS の展開についてお話しする前に、先に E3 でご紹介するチャンスがなかったタイトルからご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのは
来週6月28日に発売になる Wii U ソフト0真紅の蝶です。このソフトは2003年に発売された0赤い蝶をグラフィックス面そしてプレイコントロール面の両方から徹底的にリメイクしたものですが、今回は発売を直前に控え企画映像として新たに追加されたお化け屋敷モードの体験映像を用意しました。このような怖さをテーマにした映像については人それぞれ好みが分かれると思いますので、任天堂ダイレクトの中でご覧いただくのではなく、放映終了後に任天堂公式ホームページやみんなの任天堂チャンネル、任天堂 e ショップなどで選んでご覧いただけるようにしますので、ダイレクト終了後ご興味のある方はぜひご覧ください。続いて今年20周年を迎えたこのキャラクターに関する続報です。前回の任天堂ダイレクトで星のカービィ20周年を記念したこれまでのカービィシリーズを振り返るメモリアルソフトについてお話ししましたが、今回はこのソフトの内容を詳しくご紹介します。このソフトには3つのモードが用意されています。1つ目のモードはシリーズ6作品が楽しめる星のカービィコレクションです。このモードには1992年に発売されたゲームボーイ星のカービィ、1993年に発売されたファミリーコンピューター星のカービィ夢の泉の物語、1995年に発売されたゲームボーイ星のカービィ2、1996年に発売されたスーパーファミコン星のカービィスーパーデラックス、1998年に発売されたスーパーファミコン星のカービィ3、そして2000年に発売された任天堂64星のカービィ64のシリーズ6作品が収録されています。2つ目はもっとチャレンジステージです。星のカービィ Wii に登場したチャレンジステージをこのソフトのために全面的にリニューアルしたアレンジ版でカービィのコピー能力を使って制限時間内にハイスコアを目指します。そして3つ目はカービィ20年の歴史を振り返る電子年表星のカービィヒストリーです。これまでに発売されたシリーズ全作品のプレイムービーをはじめコミックやテレビアニメを見ることができるなどさまざまなコンテンツが収録されています。またゲームソフト以外にも20年間の歴史や未公開の開発資料などが掲載されたブックレットと星のカービィシリーズのゲーム音楽を厳選して収録したサウンドトラック CD もセットにした特別パッケージになっています。星のカービィ20周年スペシャルコレクションは7月19日発売予定です。発売日となる7月19日からはクラブ任天堂でカービィグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施します。毛糸のカービィ、星のカービィ Wii、そして今ご紹介した星のカービィ20周年スペシャルコレクションのシリアルナンバーをクラブ任天堂に登録し、キャンペーンに応募された方の中から抽選で3000名の方にオリジナルカービィグッズをプレゼントします。すでに毛糸のカービィ、星のカービィ Wii のシリアルナンバーを登録済みの方もキャンペーンにご応募いただけますので、ぜひこの機会にご応募ください。また星のカービィ20周年を記念してこの方に星のカービィスーパーデラックスに挑戦いただきました。本日のダイレクト終了後にご覧いただけるようにしますので、ぜひご覧ください。次にご紹介するのはスクウェアエニックスさんから8月2日にいよいよ発売されるドラゴンクエストⅩ目覚めし5つの種族オンラインです。すでにご存知の方も多いかと思いますが、今回のドラクエはシリーズで初めてオンラインに対応した RPG です。種族や顔、髪型などを組み合わせて自分の分身となるキャラクターを作り、冒険の舞台となるアストルティアに飛び出せば
今までのドラクエでは想像もつかないほどの広大な世界が広がっています。そしてそのアストルティアの世界で皆さんと冒険を共にするのは皆さんと同じ本物のプレイヤーです。ドラクエらしい世界観の中で出会った仲間たちとコミュニケーションをとり協力しながら進めていく冒険は、慣れ親しんだドラクエをよりドラマティックな体験として皆さんに提案する新しいドラクエの形です。ソフトにはゲームを始めてから20日間オンラインの接続が無料になる期間もご用意いただいています。さらにお子様のために利用料金不要で無料でプレイできる時間帯がキッズタイムとして開放されますので、気軽にオンラインの冒険を楽しむことができます。キッズタイムは祝祭日を含む月曜日から金曜日が16時から18時、土曜日と日曜日が13時から15時となっています。さて、本作については皆さんにお伝えしたいことがあまりにも多すぎて、今日この場では紹介しきれません。ですので、また機会を改めてドラゴンクエストⅩをじっくりご紹介する場を設けたいと考えています。詳しくは追って任天堂公式ホームページ等でお知らせしますので、続報をお待ちください。またスクウェアエニックスさんのホームページでは本作について詳しくご紹介していますので、ぜひご覧いただければと思います。ドラゴンクエストⅩ目覚めし5つの種族オンラインは8月2日発売予定ですが、本日の任天堂ダイレクトのために初出の映像をご用意いただきました。11分と長尺で魅力たっぷりです。このプレゼンテーション終了後に放映いたしますので、ぜひご覧ください。次にいよいよ今週末に発売されるポケットモンスターブラック2ホワイト2に関する続報をお届けします。本作は初めてポケモンを遊ばれる方にもお楽しみいただける内容になっていますが、前作のポケモンブラックホワイトをプレイされた方には様々な楽しみがありますのでご紹介します。本作の舞台は前作の舞台となった一種地方ですが、2年後という設定です。前作で主人公と共に冒険した懐かしい仲間も登場し、新旧のキャラクターが織りなす新たな物語を楽しめます。荒らぎ博士の助手になったベルが今回最初のポケモンを主人公のもとに届けてくれます。主人公の良きライバルだったチェレンは皆さんが最初に出会うジムリーダーとして登場します。また前作でストーリーの鍵となった N が今作でどのように関係してくるのかという点も注目です。その他にポケモンジムも2年の時を経て大きく変わり、新たな主人公の挑戦を待ち受けています。そして今作では前作のポケモンをはじめこれまでのシリーズのポケモンたちが登場します。ファイアーレッド、リーフグリーンで活躍したイーブイやダイヤモンド、パールで登場したリオルなど懐かしいポケモンたちと冒険の序盤から一緒に旅をすることができます。さらに今作ではポケモンワールドトーナメントと呼ばれる施設が新たに登場します。ここではこれまでのシリーズで登場したジムリーダーやチャンピオンたちとバトルができますので、懐かしいトレーナーたちとも出会うことができると思います。来週6月29日からはこのポケモンワールドトーナメントで遊べる特別なトーナメントを任天堂 Wi-Fi コネクションでポケモンブラック2ホワイト2に配信します。このトーナメントにはポケモンバトルの世界大会ポケモンワールドチャンピオンシップス2012日本代表決定大会の上位入賞者が登場します。世界の頂点を目指すつわものトレーナーたちとのバトルが楽しめますので、ぜひ挑戦してみてください。ポケットモンスターブラック2ホワイト2は今週末6月23日発売です。皆さんこんにちは。カルドセプコと申します。突然ですが発売が来週となりましたカルドセプトについては私からお伝えいたします。カルドセプトはカードゲームとボードゲームが組み合わさったゲームです。自分だけのカードを組み合わせ戦略を立て対戦に挑みます。インターネット対戦にも対応しており、全国のセプターと
自由に対戦が楽しめるほか、ランキング戦も実施いたします。発売日にはカルドセプトスペシャルサイトを本公開いたします。ランキング戦の結果や追加マップ、追加カードなどの配信情報、インターネットにつなげるだけでもらえるカードの情報など、カルドセプトを楽しんでいただける情報を発信していきます。また、以前にお伝えしております全国大会オールセプターズカップ2012の予選もこのスペシャルサイトよりエントリーいただける予定です。大会の詳細は決まり次第、スペシャルサイトや公式 Twitter にてご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。予選にはもちろん私も参加いたしますので、予選で見かけた際にはどうぞお手柔らかにお願いします。また、すでに公式ホームページにて公開をしておりますが、本作の発売にあたり、2人で買うとがっぽりもらえる新セプター応援カードセットプレゼントキャンペーンも実施いたします。キャンペーン情報の詳細はカルドセプトの公式ホームページに掲載しています。これを機会にお友達と一緒にカルドセプトを始めてみてはいかがでしょうか。初めての方は私が解説している映像、一から始めるカルドセプトをご覧いただき、ゲーム内容を知っていただけたらと思います。カルドセプトは6月28日発売です。以上、カルドセプコが直接お届けいたしました。次にポケットサッカーリーグカルチョビットの続報をお知らせします。本日はこれまでにお知らせしていなかった日刊カルチョビットウェブについてお話ししたいと思います。日刊カルチョビットウェブは全国ランキングの状況などインターネット対戦のさまざまな情報を見ることができるゲームソフトと連動した特設サイトです。インターネット対戦を行っていただくと、日刊カルチョビットウェブの中に自動的に自分のチームページが作成されます。チームページではランキング順位やホームタウンの権利を持っているかどうか、フォーメーションや所属選手などさまざまなチーム情報が閲覧できます。ソフト内に記録しているお気に入りのゴールシーンをアップロードして自慢のゴールを人に見てもらうこともできます。チームページはチーム名やクラブ ID を元に検索できるほか、気になったチームのクラブ ID をゲームソフトに入力すれば実際に対戦してみることも可能です。前回の任天堂ダイレクトでご紹介し、これまで2回にわたり情報をお届けしている地元を愛する芸人 VS 現役プロサッカー選手 VS 名監督によるエキシビジョンマッチですが、最終決戦の模様は近日中にニコニコ生放送で放映する予定です。地元をこよなく愛するサッカーファンの愛情か、現役選手の意地か、監督の知識と経験か、激戦の模様を余すところなくお伝えしますので、ぜひお楽しみください。ポケットサッカーリーグカルチョビットは7月12日発売予定です。さて、ここからは8月以降に発売が予定されているソフトメーカーさんの 3DS タイトルをまとめてご紹介いたします。まずはアトラスさんのデビルサマナーソウルハッカーズです。アトラスさん屈指の名作 RPG と名高いデビルサマナーソウルハッカーズが任天堂 3DS で生まれ変わります。主人公の少年は偶然悪魔を召喚する10型悪魔召喚機ガンプを手にしたことから街に潜む巨大な陰謀との戦いに巻き込まれていきます。バトルでは敵の悪魔に話しかけると仲間にすることができ、また仲間にした悪魔同士を合体させることでより強力な悪魔を生み出すこともできるそうです。登場する悪魔は300種類とお聞きしていますので、究極の悪魔収集とパーティー育成がご堪能いただけると思います。マヨーネの言ってた残り時間って
このことだったのね。他にも人気声優陣でフルボイス化されたり、立体視を生かすことで 3D ダンジョンの没入感が増したりしていることに加え、いつでも難易度を変更できる新システムを導入し、初めてのお客様でも遊びやすく進化しているとお聞きしています。さらに本作ではすれ違い通信で悪魔ネメッチーを育成できるようになっていて、すれ違うことでネメッチーはさまざまな形態に進化し、新たな仲間を召喚できるようになるそうです。アトラスさんのデビルサマナーソウルハッカーズは8月30日発売予定です。次にご紹介するのはバンダイナムコゲームスさんのロストヒーローズです。ウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムが共演する新コンパチヒーローシリーズ第2弾ロストヒーローズは、悪に完全支配された世界でプレイヤーが全ての力を失われたヒーローたちに必殺技の数々を習得させながら戦っていく内容とお聞きしています。戦闘中、特定のキャラ同士で放つことができるコンビ攻撃もあり、見応えのある戦闘シーンとクロスオーバーする長編ストーリーが楽しめるダンジョン RPG となる本作ですが、今回は初回限定特典として SD ヒーロー総決戦をご用意されるそうです。 SD ヒーロー総決戦は1990年に発売されたファミコンソフトで、今回の特典のために完全移植されたとお聞きしています。初回生産分に封入されるダウンロードコードで任天堂 eShop からダウンロードできるそうです。バンダイナムコゲームスさんのロストヒーローズは9月6日発売予定です。次にご紹介するのはコーエーテクモゲームスさんの戦国無双クロニクル2です。昨年2月の任天堂 3DS ハードとの同時発売タイトルとして発売された戦国無双クロニクルがパワーアップして登場することが先日発表されました。従来のシリーズ作と異なり、4人のプレイヤーをタッチスクリーンで自由に切り替えて戦うスタイルで好評を博した前作をベースに、メインモード、無双演武のマルチシナリオ化、新モード、モーション演武の追加、通信機能強化と追加された要素は盛りだくさんで、前作未プレイの方はもちろん、前作を経験された皆さんにも楽しんでいただける内容となっているとお聞きしています。特に注目すべき点として新キャラクターの追加が挙げられていますが、これまでに東堂高虎、柳生宗則の2人が参戦することがすでに発表されていますが、3人目の新キャラクターとして井伊直虎が参戦することも決まったそうです。コーエーテクモゲームスさんの戦国無双クロニクル2は9月13日発売予定です。次にご紹介するのは角川ゲームスさんの AKB48 Me です。今回の任天堂ダイレクトのために映像をご用意いただきましたのでご覧ください。任天堂ダイレクトをご覧の皆さん、こんにちは。 AKB48 です。さて今回私たち AKB48 がなんと任天堂 3DS のゲームに登場することになりました。すごいでしょ。なんとですね、今この映像をご覧の皆さんがまずは研究生として AKB48 に加入して、私たちと一緒にさまざまなポジションを目指して頑張っていくというゲーム内容になっています。もちろん選抜総選挙や選抜じゃんけん大会などのリアルなイベントも入っています。私たち全員がミーになって登場しますので、そこも注目してください。さてこれからご覧いただくのはゲーム中に登場するライブモードを収録した映像です。それでは早速こちらをご覧ください。 VTR どうぞ。
いうことで皆さんいかがでしたか？すごい似てましたよね。特徴捉えてるんですよ。わかる。しかもちゃんとね、振りもね、振りもマイクのポジションもね、色とかね。そうすごい細かくね。細かく。面白い。ありがとうございます。本当にね。ありがとうございますはい、収録される楽曲や詳しいゲーム内容など今後の情報にご期待ください。せーの、AKB48 でした。アイドルグループ AKB48 になりきれるソフトが登場します。プレイヤーは AKB48 の研究生として日々の活動をこなしながら現実と同じように様々なイベントを体験していきます。プレイヤーはもちろん AKB48 のメンバーたちもおなじみのミーで表現されています。角川ゲームスさんの AKB48 プラスミーは今年秋発売予定です。次にご紹介するのはカプコンさんのエクストルーパーズです。プレイヤーは惑星 EDN サードを舞台に新設の訓練学校に入隊した主人公ブレンを操作しながら危険な幻獣生物エイクリッドや敵対する勢力雪族たちとの戦闘ミッションに挑む内容でシンプルなボタン操作で手軽に爽快感あふれるプレイが体感できる新感覚シューティングとお聞きしています。たくさんの武器を使い分けながらのプレイはもちろんロボット兵器 VS を操縦することも可能でバラエティに富んだプレイシチュエーションを体験することができるそうです。ストーリーでは同じ訓練学校の隊員たちとの学園生活や出会いを通じて友情を深めそれぞれの問題に立ち向かいながら成長していくブレンの姿が描かれるそうですがご覧のように眺めて楽しい漫画の新しい形漫画デモでキャラクターが暴れ回るグラフィック表現にも注目です。カプコンさんのエクストルーパーズは2012年発売予定です。次にご紹介するのはバンダイナムコゲームスさんのプロジェクトクロスゾーンです。カプコンさん、セガさん、バンダイナムコゲームスさん、ゲームメーカーさん3社のゲーム作品25作以上から人気キャラクターたちが集結し史上最大のクロスオーバーが実現したシミュレーション RPG がプロジェクトクロスゾーンです。本作は 3DS の立体視に対応した 3D フィールドマップ上でユニットを操作し敵キャラクターに攻撃を仕掛けることでバトルシーンへ突入するシステムを採用しているそうですが最大の特徴は手軽な操作で多数のキャラクターが入り乱れる迫力のバトルがどなたにも楽しんでいただけるクロスアクティブバトルだとお聞きしています。ご覧のような連続攻撃は一見複雑な操作が要求されるように思えますが A ボタンと十字ボタンの組み合わせだけで繰り出すことができまたコンボをつなぎ画面右下のクロスポイントを貯めることで強力な必殺技を出すことも可能になるそうです。必殺技では 2D キャラクターのダイナミックなバトルモーションやキャラクターの魅力を最大限に引き出したアニメーションカットインを堪能していただけるそうです。バンダイナムコゲームスさんのプロジェクトクロスゾーンは2012年発売予定です。次はこちらをご覧ください。クリスタルの輝きがますます弱っております。何かの予兆ではないでしょうか。早くどうにかしませんと。分かっています。誰かが助けを求めているかもしれないんです。リズ、私はやはり俺の目に狂いはなかったな。小娘夫婦がうまく開けさせんじゃないよ。私は私の信念に誓ってあんたを許さない。勇ましい。返したんだよ。お主の信じるべき使命を果たせばよい。私がやるしか。そう希望、僕の希望だ。ってことアリエ様。
スクウェア・エニックスさんが日本市場に特化し開発を進めている王道ファンタジー RPG がブレイブリーデフォルト・フライング・フェアリーです。これまでに2本の体験版配信を行ってきた本作ですが、その第3弾となるバトル編が近日中に配信されるとお聞きしています。スクウェア・エニックスメンバーズブレイブリーデフォルト特設サイトでは、体験版を実際にプレイされた方のご意見を募集されるとのことです。皆様から寄せられた貴重なご意見を参考に発売に向けて最終調整を行っていきたいとお伺いしていますので、皆さんぜひダウンロードしてお試しください。スクエアエニックスさんのブレイブリーデフォルトフライングフェアリーは2012年発売予定です。さて、ここからは話題を任天堂タイトルに戻します。まずニュースーパーマリオブラザーズ2についてお話しします。今作ではおなじみのピーチ姫を救出する冒険に加え、コインを集めるという新しい遊び方でスーパーマリオをお楽しみいただけるようになりました。この新しい遊び方の魅力をまとめた映像をご用意いたしましたのでご覧ください。ニュースーパーマリオブラザーズの最新作が任天堂 3DS に登場。ニュースーパーマリオブラザーズ2。今度のマリオの冒険はコインがどっさり。例えばこのゴールドリング、金色に光るリングをくぐれば少しの間敵が金色になり、コインを大量に獲得できるチャンス。金色のブロックをかぶるとマリオの頭からコインが飛び出す。ダッシュやジャンプでコインがザクザク。さらに新しいパワーアップゴールドマリオに変身すればブロックを一気にコインに変えていくことができる。他にもコースにはたくさんのコインを獲得できる仕掛けが満載。新モードコインダッシュではコインを何枚獲得できるかにチャレンジ。ランダムに選ばれる3つのコースを通常よりも短い制限時間でプレイ。残り時間やゴールボールの位置など全てがコインに換算。コインをどう集めるかはプレイヤー次第。集めたコインの記録はすれ違い通信で交換が可能。相手の記録に挑戦することもできる。目指すはコイン100万枚。ニュースーパーマリオブラザーズ2。今作は誰でも遊べる 2D スーパーマリオとしての魅力はもちろん、累計100万枚を目指してコインを集めまくるという新しい楽しみ方ができるようになりました。このコイン集めによって大幅にやり込み要素がプラスされ、これまで以上に繰り返しプレイいただける内容に仕上がっています。また今回はそのやり込み要素の一つであるコインラッシュモードを2700のお二人にチャレンジいただきました。このプレゼンテーション終了後にご覧いただけるようにしますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。また本作は過去のシリーズ同様に十分な遊び応えを感じていただけるボリュームがありますが、このコインラッシュモードをさらに深く、そして長期間お楽しみいただけるようにするために、発売後に一定期間を置いた後にコインラッシュモード専用の追加コースの有償配信を行うことにいたしました。このため開発チームは本作の開発終了後も引き続きこの専用追加コースの制作のため開発を続行することになりました。発売後に皆さんがどのように楽しまれているのかというようなことも参考にさせていただきながら追加コースの制作を行っていく予定です。この専用追加コースの配信タイミング、価格などに関しては改めてお知らせいたします。次は
2月の任天堂ダイレクトでご紹介した東北大学の川島教授と開発を進めている鬼トレについての続報です。今年の夏までに発売する予定とお伝えしていた本作ですが、正式なタイトル名が決まりました。東北大学加齢医学研究所川島隆太教授監修、ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングです。これまでのシリーズ同様、とても長いタイトルなので、皆さんは鬼トレと呼んでください。本作は鬼になった川島教授が少しも集中が途切れないようにしないと解けないような問題をできるギリギリの難しさで出題し、ワーキングメモリを鍛えていく厳しいトレーニングを収録していますが、本日はその中から代表的なトレーニング、鬼計算をご紹介したいと思います。鬼計算は N バック課題と言われる心理実験などでも使われる課題の一つをトレーニングにしたもので、次々と画面に表示される計算問題の答えを書いていきます。ただし、今表示されている問題ではなく、前に表示された問題の答えを一時的に覚えておいて、その答えを書かなければなりません。一つ前の問題に答えることを1バックと言います。最初の問題が出ました。答えを覚えておきます。5ですね。次の問題が出て、一つ前の問題に答えます。答えを書く前に、新しい問題の答えを覚えます。2です。では答えますね。前の答えは、正解ですね。鬼計算。はじめ。ご覧いただいている映像は、一つ前の問題に答える1バックです。続けて。表示される計算の答えを覚えながら、頭の中に溜めている記憶を引っ張り出して答えを書いていくことで、ワーキングメモリーを鍛えていきます。鬼計算。はじめ。よし。そして1バックができるようになれば、次は2つ前の問題に答える2バックへとレベルが上がっていきます。このようなトレーニングを1日5分以上継続的に行っていただくことで、脳のワーキングメモリの働きを鍛えていきます。鬼トレには今ご覧いただいた鬼計算の他にも様々なトレーニングが収録されています。正解。また鬼トレと合わせて行うことでワーキングメモリをさらに効率よく鍛えられる鬼トレ補助と呼ばれるトレーニングや、新作の脳トレも収録していますので、いろいろなトレーニングで脳を鍛えていただくことができるようになっています。鬼トレについてはこれから発売までさらに詳しい内容や開発の背景などをお伝えしていきますので、よろしくお願いします。またこの2タイトルは e ショップからのダウンロード販売にも対応しています。ダウンロード購入したソフトであれば、ご覧のようにカードを入れ替えることなくプレイできますので、毎日少しずつプレイする鬼トレのようなソフトでは、そのメリットを十分に感じていただけると思います。さて、ここで皆さんにお見せしたいものがあります。これです。従来よりもっと画面の大きな任天堂 3DS が欲しいというご要望をいただいていましたが、その要望にお応えできるサイズバリエーションモデルを発売する準備ができましたので、皆さんにこの場で発表したいと思います。上画面のサイズは 4.88 インチで、これは従来の 3.53 インチの液晶と比較すると面積比で 90% のアップになります。来月中旬からは順次店頭でご覧いただけるようにしますので、実際にご覧いただくと実感していただけると思いますが、より迫力ある 3D 映像でゲームがお楽しみいただけるようになります。ハード外装の大きさに占める画面の割合も大きくなり、いわゆる額縁部分が狭いモダンなルックスに仕上げることができました。下画面のサイズも 4.18 インチで、従来の 3.02 インチから
上画面と同じ比率で大型化しています。大きさと重さはご覧の通りです。画面の面積が 90% アップしたのに対し、物理的なハードの大きさは面積で 46% アップにとどめています。また画面を大きくすると、その分より広い面積を明るくする必要がありますので、バックライトの消費電力面で不利な点もあるのですが、サイズアップによる電池容量の増大も可能だったため、今までよりも少しバッテリー持続時間も長くすることができました。解像度や処理精度などは変わっていませんが、今後のソフトのダウンロード販売などに備え、同梱の SD カードの容量を従来の 2GB から 4GB に増やしています。また今回画面を思い切って大型化しましたが、その一方でハードをできるだけお求めやすい価格でお届けするため、任天堂の充電式の携帯型ハードとしては初めて AC アダプターを同梱せず別売りとさせていただくことにしました。これまで任天堂 DSi、任天堂 DSi-LL、任天堂 3DS をお持ちの方はお手元の AC アダプターをそのままお使いいただけます。もし AC アダプターをお持ちでない場合には合わせてお買い求めいただくようにお願いいたします。また同じ理由から任天堂 3DS では同梱していた専用充電台も別売りとさせていただく判断をしました。名称は誤解なく製品の性質をお伝えできるよう、多くの皆さんの想像通り任天堂 3DS-LL と決めました。発売するカラーリングはご覧の3色で、価格は税込み 18,900 円です。先ほどご紹介したニュースーパーマリオブラザーズ2、鬼トレの2タイトルとともに、この任天堂 3DS-LL は7月28日に発売いたします。続いてここからは8月以降に発売される任天堂のタイトルをご紹介します。最初に大きくなった 3D 画面ととても相性の良いソフトをご紹介します。新絵心教室です。このソフトはプロの絵描きさんみたいに上手に描けなくてもいいけど、ちょっとくらい絵が描けた方が人生幸せだよねということを大きなテーマに、絵を描く手順をステップを追って一緒に勉強していくソフトです。前作では上画面に表示されるモチーフ用の写真は 2D でしたが、今作では任天堂 3DS の立体視を生かしてモチーフが 3D で表示されますので、実際のスケッチやデッサンにより近い感覚で絵を描くことができます。また先ほどご紹介した任天堂 3DS-LL の大きな画面なら、モチーフをよりリアルに感じていただけますし、より描きやすく感じていただけると思います。レッスンは鉛筆画や絵の具に加え、色鉛筆やパステルといった新しい画材も交えた入門コースと応用コースを用意しています。このソフトを始めるのに前作の経験は必要ありませんので、この機会に絵を描いてみようかなと思われる方はそのままレッスンを楽しんでいただけますし、前作を楽しんでいただけた方もまた新鮮な気持ちで描いていただけると思います。今作ではローカル通信やフレンド同士のいつの間に通信を使って自分が描いた作品を他の 3DS に送ることができるようになっています。簡単に他の人に自分の絵を見せることができますので、上手に描けた絵を思う存分自慢していただけます。新絵心教室は9月13日発売予定です。次に多くの皆さんにお待ちいただいている飛び出せ動物の森の続報をお知らせします。今回の動物の森ではプレイヤーが村長となって自分の村を作り上げていきます。引っ越し先の村を訪れたあなたは突然村長に任命され、村を切り盛りすることになります。村長として様々な公共事業を行ったり、村に住む動物たちと交流したりして、みんなが住みやすい村を作っていきますが、
どんな村を作り上げるかはプレイヤー次第です。村の住民としてはこれまでに登場したウサギやカエルなどに加え、本作には新たな動物が登場し、より個性豊かになったキャラクターたちとの生活がお楽しみいただけます。また村を横断する線路を渡った先には商店街が広がります。おなじみのお店から今作で初めて登場するお店まで様々で、村での暮らしがさらに便利に充実したものになります。自分が作った村は友達とお互いの村を行き来して見せ合うことはもちろん、住宅展示場ではすれ違い通信ですれ違ったプレイヤーの家がどんどん並んでいき、文字通り展示場のように他のプレイヤーが作り上げた家を見学することができます。さらにプレイヤーが着ることができる洋服やお部屋を飾る家具の種類も大幅に増えました。それに加え本作では自分のお家の外観もカスタマイズすることもできますので、部屋の中だけでなく家全体を自分好みに作り上げることが可能になりました。たくさんのアイテムでぜひ自分の個性を発揮してください。飛び出せ動物の森は今年秋発売予定です。続いて任天堂 e ショップ専用で販売するダウンロードソフトをご紹介します。行列投げループというソフトです。皆さんは目の前に続く行列の長さに辟易して、この行列を消すことができればいいのになどと考えたことはありませんか？そんな妄想を具現化して遊びに変えてしまったのがこの行列投げループです。プレイヤーの目の前には人々が並んだ長い長い行列があります。それぞれ異なった色の服を着て並んでいる色邪魔と呼ばれる人々に対して、持ち上げた色邪魔を転がしたり投げたりして、同じ色で3人以上揃えるように並べ替えていくと、どんどん行列が消えていきます。もちろんいわゆる連鎖もできます。また実際の人々が作る行列ですから、行列に他の人が割り込んできたり列が乱れたりと、人間らしい行動によってパズルの構成やアクションの楽しみも変化していきます。ここまでの説明を聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、本作はアーケードや任天堂 DS、WiiWare などで発売されたパズループシリーズに実写素材ならではの遊びを加えアレンジしたゲームです。行列投げループは任天堂 3DS ダウンロードソフトとして今年の夏に配信を開始する予定です。任天堂 e ショップは昨年6月のオープンから今月で1周年を迎えました。1年間任天堂 e ショップを支えてくださった皆さんに感謝の気持ちを込めて、本日のプレゼンテーション終了後から2週間の期間限定で任天堂 e ショップ開店1周年感謝祭を開催いたします。ご覧の売れ筋10タイトルをそれぞれ1週間に5タイトルずつ 20% 引きで販売いたしますので、この中に気になるタイトルがある皆さんはぜひこの機会を逃さず任天堂 e ショップにご来店ください。次は新光神話パルテナの鏡の AR カードに関してです。新パルテナには多くの遊びを詰め込みましたが、実は AR カードを使った遊びもとても充実しています。専用の AR カードは様々な機械や媒体にて展開しておりますが、この度任天堂オンライン販売にてセットパックの取り扱いを開始いたしました。現在ボリューム1パルテナ再臨、ボリューム2魔王とマグナが販売されており、各パックにはパック名のストーリーに基づいたキャラクターやアイテムのカードが含まれています。ホームページでは各パックに含まれるこれまでに配布したカードも掲載しておりますので、カードを集めておられる方はホームページをご確認いただければと思います。また来月7月10日にはボリューム3ヒュードラーの首、ボリューム4死神の視線を同時発売いたします。今後も継続的に新しいパックを販売いたしますので、お楽しみにお待ちください。さて、発売から半年が経過したモンスターハンタートライ G ですが、現在も数多くの方がプレイされています。
任天堂ダイレクトでは恒例になりつつあるチャレンジクエストの追加配信ですが、今回もカプコンさんにご覧のクエストをご用意いただきました。このプレゼンテーション終了後にカプコンさんから配信が開始される予定です。また今回もこの後、ご覧の体験版と立体映像を任天堂 e ショップから配信いたします。興味をお持ちいただけたタイトルがありましたら、ぜひ任天堂 e ショップからダウンロードしてください。以上で今回の私からのプレゼンテーションは終わります。この後、ドラゴンクエストⅩ目覚めし5つの種族オンラインのプロモーションムービー放映後にご覧の映像をご覧いただけるようにしますので、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。本日もお付き合いいただいてありがとうございました。Hi everyone, and welcome to another installment of Nintendo Direct. This time I'm coming to you from my office at Nintendo of America headquarters in Redmond, Washington. Today we've got some news about Nintendo 3DS. Not only about upcoming games, but also about the Nintendo 3DS system itself. So, let's get started. And why don't we begin with this. This is Nintendo 3DS XL. Its screens are 90% larger than those of the original Nintendo 3DS, meaning your handheld gaming experiences will be more intense and more engrossing than ever before. It has an updated form factor and will be available in red and blue, and has a battery life that outperforms the original Nintendo 3DS. It comes bundled with a 4GB SD card, making it perfect for downloading content from the Nintendo eShop. We're launching Nintendo 3DS XL in North America at a suggested retail price of $199.99, and it'll be available in stores on August 19th, the same day that we release New Super Mario Bros. 2. That's the hardware, but I can't say enough about how Nintendo 3DS XL enhances the Nintendo 3DS gaming experience. Games like The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, and Kid Icarus Uprising really shine on those big screens, which are also a perfect fit for video applications like Netflix and Nintendo Video. The bottom screen is bigger too, meaning it's easier than ever before to create and share in SwapNote. Nintendo 3DS XL lets you get the most out of everything the Nintendo 3DS was made to do. The launch of Nintendo 3DS XL and New Super Mario Bros. 2 on August 19th marks the beginning of a huge push for Nintendo 3DS that'll last for the rest of the year and beyond. In this Nintendo Direct, we're going to give you more opportunities to take a closer look at the Nintendo 3DS XL and some of the games that you'll soon be able to play on it. I've asked Damon Baker from our licensing group to help give you an update on what developers outside Nintendo have been working on. So take it away, Damon. Thanks, Reggie. While the atmosphere is peaceful and serene here in front of the Zen Garden at Nintendo of America, our third-party partners are bringing explosive, dynamic, exciting game experiences to Nintendo 3DS, and the result is an absolutely packed release schedule for the rest of 2012. Here are just a few of the key titles you'll be playing before the year is up. In Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate from Konami, play as part of the famed Belmont clan and go up against the evil of Dracula himself. The game features 4 playable characters, including Dracula's son Alucard, gigantic bosses, powerful weapons, and deep exploration. Trust me, you are going to need a map for this one. Skylanders Giants from Activision introduces more than 20 new interaction figures to collect, including giants that are twice the size of regular Skylanders, and new Lightcore Skylanders that light up in the game and in real life as they are placed on the Portal of Power. So, my apologies in advance to parents everywhere. The Nintendo 3DS version of the game features its own unique storyline and exclusive 3D levels and gameplay options you won't be able to find anywhere else. D3 Publishers' Adventure Time Hey Ice King, Why'd You Steal Our Garbage? Captures the random fun of the show and allows players to be Finn and Jake in the land of Ooh, exclusively on Nintendo 3DS and Nintendo DS platforms. Fans will be happy to know that the game features direct involvement by series creator and genius Pendleton Ward.
LEGO The Lord of the Rings from Warner Bros. Interactive Entertainment and TT Games lets you play as your favorite Lord of the Rings characters as LEGO minifigures, complete with actual theatrical dialogue. You can expect the series' trademark humor and action puzzle gameplay. The Lord of the Rings is a natural fit for the LEGO franchise. I mean, you already have a character named Legolas. Also from Warner Bros. is Scribblenauts Unlimited. Help Maxwell solve robust puzzles and challenges by summoning any object you can imagine as you explore an all-new side-scrolling open world. You can also utilize Street Pass to see all of the creative solutions to puzzles used by other players. Disney Epic Mickey Power of Illusion launches on November 18th and features gameplay exclusive to the Nintendo 3DS. Use the power of paint and thinner to work your way through the game using the Nintendo 3DS touchscreen as you battle the evil witch Miserabelle and save famous Disney tunes. In Sonic and All-Stars Racing Transformed, characters from the Sega universe battle for supremacy by driving unique transforming vehicles designed to race seamlessly on land, sea, and air. Just announced, NASCAR driver Danica Patrick is joining the All-Star cast as a playable character. And last but definitely not least, Kingdom Hearts Dream Drop Distance from Square Enix launches on July 31st with Street Pass functionality, Dream Eaters that can be unlocked with AR cards, and support for the Circle Pad Pro. Additionally, a collector's edition will be available at launch called the Mark of Mastery Edition, the very first Kingdom Hearts collector's set released in North America. We think you're going to love this game and are actually making a downloadable demo version available in the eShop, you guessed it, right now. So go check it out. While you're in the eShop, don't forget to download recently released demos for LEGO Batman 2 DC Superheroes and The Amazing Spider-Man. We also have demos coming soon for Rhythm Thief from Sega and Heroes of Ruin from Square Enix, so I hope you come back regularly and check out what's new. As Reggie said, the great new content for Nintendo 3DS is coming in XL-size waves for the rest of the year. Here's my buddy JC Rodrigo from the Nintendo Treehouse to tell you more. If you watched us at E3, you probably know a lot about games like Luigi's Mansion Dark Moon and Paper Mario Sticker Star, both of which are coming to Nintendo 3DS later this year. But what don't you know about yet? Well, how about Professor Layton and the Miracle Mask? This is the first installment in this portable puzzle franchise developed exclusively for Nintendo 3DS and will launch in North America in November. The Professor Layton games are known for mixing mind-bending brain teasers with top-notch production values, and this game builds on that reputation. Fans and newcomers alike will enjoy a new adventure with the puzzle-solving duo of Layton and Luke, and find out the story of Layton's high school days. Nintendo 3DS owners who have connected their systems to the internet will get the most out of this game, as we'll be releasing one downloadable puzzle a day for a full year, starting immediately after the game is released, at no additional cost. You know, I have more to tell you about Nintendo 3DS, but before I do, the one and only Nate Bildorf has something to share with you all. Thanks, JC. At E3 last year, we announced that we'll release a new game in the Super Smash Bros. Series for Wii U and Nintendo 3DS. And today we'd like to share a little bit more about the game. We had originally planned to build a development team from scratch to create it, but the scope of the project, as well as our desire to deliver the game to fans in a timely manner, meant that we needed to take a different approach. We've partnered with Namco Bandai Games and Namco Bandai Studio on this project, and we'll be leveraging their experience and expertise to bring the game to life. Of course, Super Smash Bros. Creator Masahiro Sakurai will act as game director, and will lead the production as he has on previous installments in the series. Alongside Mr. Sakurai, Masaya Kobayashi, who most recently worked on Go Vacation for Wii, and Yoshito Higuchi, who has directed the Tales series before, will lead a team of talented and experienced developers within Namco Bandai Studio. The team has been working on the game since Mr. Sakurai completed the development of Kid Icarus Uprising for Nintendo 3DS, and today we have special messages from Mr. Sakurai and Mr. Kobayashi that you can read on Nintendo.com. Now, let's talk about another game that's a perfect fit with the new Nintendo 3DS XL. There's a new game in the Art Academy series coming soon, and it lets you express your creativity in new and fun ways. This isn't just software that lets you draw on your Nintendo 3DS. You get actual art lessons that teach you real-world drawing and painting techniques with pencils, paints, and pastels. It's a great way to improve your drawing skills, whether you're working on the next great masterpiece or you just want to send better swap notes to your friends. The large screens of Nintendo 3DS XL let you literally go big with your creativity in a number of different ways. So, that's a lot of new information about Nintendo 3DS, but we've also got news for Wii.
everybody's favorite pink hero, Kirby, turns 20 this year. And we're celebrating by releasing Kirby's Dream Collection Special Edition for Wii. This special anniversary collection comes with 6 classic Kirby games, including my personal favorite, Kirby's Adventure, as well as a renewed collection of challenge stages based on last year's Kirby's Return to Dreamland. Beyond the games, you'll also get an interactive Kirby timeline, a music CD with songs from a variety of Kirby titles, and a full-color book chronicling the history of this video game icon. Now, if you're a fan, you'll love it. But if you've only ever played Kirby in Smash Bros. Or have never played a Kirby game at all, it's the perfect introduction to everything Kirby. Changing gears. If you were following along at E3, there's a good chance the Pikmin series has been on your mind lately. If you're looking for something to play on Wii right now, I would strongly recommend Pikmin 2, the latest addition to our Nintendo Selects line, now available at a suggested retail price of less than $20. The game was a critical smash when first released on Nintendo GameCube, and it now features a revamped control scheme using the Wii Remote and Nunchuck that makes it an absolute joy to play. But Pikmin 2 also features some truly incredible multiplayer. I mean, people who have played it love it, and it definitely has a very passionate following within the Nintendo treehouse. Honestly, I mean, Pikmin 2 is the perfect way to gear up for the release of Pikmin 3 on Wii U. Okay, back to Nintendo 3DS and new Super Mario Bros. 2. Coins have always been a big part of the Super Mario Bros. Experience, but this game pushes the idea of coin collection to new extremes. It features new stages built around the idea of collecting as many coins as possible, and even features a new power-up that allows Mario to turn nearly everything around him into a seemingly endless source of cash. A few weeks ago at E3, we showed off a new game mode called Coin Rush. This mode uses Street Pass to exchange your scores with other players, challenging them to see who can collect the most coins across 3 stages in the shortest amount of time. Oh yeah, one other detail. You'll only have 1 life in Coin Rush, so it's a delicate balance of risk and reward that will help you net the best scores, and it'll keep you coming back for more, all the time. Want to see more on how new Super Mario Bros. 2 goes coin crazy? Let's check out a video. The sequel to New Super Mario Bros. Has arrived for Nintendo 3DS. New Super Mario Bros. 2. And this time around, it's all about the coins. Discover all new ways to collect coins. Like gold rings. Touching a gold ring will turn all of your enemies into gold, and you'll get coins for defeating them. The new gold block turns Mario into a veritable coin factory. If Mario wears it on his head, coins will start popping out of it. And if he runs at full speed, the amount of coins increases. And let's not forget about Gold Mario, who can throw gold fireballs that turn blocks into coins. But that's just the beginning. There are many more coin-related items and features that can be found throughout the game. In the new Coin Rush mode, you'll play 3 randomly selected courses back-to-back, collecting as many coins as possible. You'll need to use all of your coin collecting and speedrunning skills to come out on top. Your remaining time and your position on the goal pole at the end of the course will be converted into coins. Once you've completed your Coin Rush, you can save your record and share it with other players via Street Pass. Records received through Street Pass can then be challenged. New Super Mario Bros. 2 also tallies every coin you collect, so you can keep track of how many you've collected since you first started the game. Do you have what it takes to collect 1 million coins? Good luck! New Super Mario Bros. 2. New Super Mario Bros. 2 launches on August 19.
It's the perfect showpiece for Nintendo 3DS XL. It's also the first handheld Super Mario Bros. Game to feature full local co-op play through the entire game, so you and a friend can play through the whole thing, start to finish. Before I finish, I'd also like to share a bit about the new Fire Emblem game coming for Nintendo 3DS that we revealed at E3. This is turn-based role-playing strategy at its finest, and an entirely new entry in the series. It blends all the best game design features of past Fire Emblem installments into one ultimate quest, and it's coming next year. Back to you, Reggie. Thanks, JC. Speaking of New Super Mario Bros. 2, that game has a very strong link to our ongoing efforts to seamlessly connect players to their favorite game experiences through the internet. You already know that on August 19th, the game kicks off a new initiative for us in which you'll be able to get the full game both in stores as a packaged product or as a download. But what we haven't yet shared is that we'll be making new downloadable Coin Rush stages available for purchase after the game comes out. After our developers finish working on the main game, and make no mistake, out of the box, this is a full-featured Mario game, as full-featured as we've ever made. They'll turn their attention to making even more stages so that you could keep playing Coin Rush mode again and again. I can't say how or when we'll be releasing these stages since they haven't even been made yet. But we're excited about the possibilities that online connectivity provides for helping players get more out of the games that they already love the most. The Fire Emblem game we're releasing in 2013 is another game that'll feature robust add-on content that's only available as a download, and we'll have more information on that in the future. And if August 19th is just too long for you to wait, here are a few more things coming up in the Nintendo eShop that we think will help make the wait a little more bearable. First, we'll be making Super Mario Land, Mario's first ever handheld adventure, available for a download at a special price of $2.99 starting Friday, June 22nd through Sunday, June 24th. Next up, we've got an exciting July plan for the eShop. Starting on July 5th and running through August 1st, we'll be bringing you 2 great new Virtual Console games every week. Some of the featured games include The Legend of Zelda, Kirby's Pinball Land, and Wario Land Super Mario Land 3, just to name a few. So be sure to check it out and come back every week to see what's new. For those of you who enjoy taking 3D photos with Nintendo 3DS, we're giving you a new way to see the amazing pictures taken by other users. Starting July 2nd at photoshowcase.nintendo.com, you'll be able to submit 3D photos for a chance to be part of a curated online photo gallery called 3D Photos of the Week. The gallery will not only exhibit the best-looking 3D photos, but it also lets viewers vote and share them through social media. Along with the gallery, we're also including some tips that'll help you put together some truly amazing 3D photos. We've shared a lot already in this installment of Nintendo Direct, but we're not done yet. Let's talk about Pokémon. With the recent release of Pokémon Conquest for Nintendo DS, 2012 has already been a big year for Pokémon, and it's only getting bigger. The Nintendo DS games, Pokémon Black version 2 and Pokémon White version 2, the successors to the acclaimed Pokémon Black and Pokémon White versions, will launch this fall. Taking place 2 years after the events of their predecessors, these games transport players back to the vibrant Unova region in a new adventure. The game is packed with Pokémon from previous games in the series that you'll encounter right from the start, and new Pokémon trainers and new gym leaders to battle. These games are playable in 2D on Nintendo 3DS and mark the first time we've ever released a direct follow-up to a core Pokémon role-playing game. Believe me, you don't want to miss them. And for those of you who'll be playing Pokémon Black 2 and Pokémon White 2 on Nintendo 3DS or Nintendo 3DS XL, you're in for a treat. We have 2 titles that'll be available for purchase from the eShop this fall that'll help you get the most
out of these massive games. Pokémon Dream Radar lets you search for Pokémon through augmented reality, and it's the Pokémon that you catch that can be transferred into your Pokémon Black 2 and Pokémon White 2. The game includes hard-to-find Pokémon you might have trouble catching in other games, like Tornadus, Thundurus, and Landorus. And these will be featured in entirely new forms that you'll find first in Pokémon Dream Radar. And if you're wondering how you'll keep track of all the Pokémon you catch, Pokédex 3D Pro is the solution. It's an interactive database with information about every known Pokémon, which will enhance your Pokémon Black 2 and Pokémon White 2 play experience by detailing when Pokémon evolve, what moves they can learn, and how they stack up against other Pokémon in battle. Pokédex 3D Pro also lets you take photos of your favorite Pokémon in the real world through its unique use of augmented reality. That's a lot of information about Pokémon, and there's even more to learn before these games launch. We'll be able to share specific launch dates for all our upcoming Pokémon games soon, but I know you're eager for more. So let's take a first look at the English gameplay footage for Pokémon Black 2 and Pokémon White 2 right now. From Nintendo 3DS XL to the outstanding array of new games launching throughout the rest of the year, there's really no experience comparable to the handheld gaming fun of Nintendo 3DS. If you don't yet have a Nintendo 3DS, there's never been a better time to get on board. I hope you've enjoyed everything we've shared with you today, and thanks for watching. Peggy 12. Hi everybody, and welcome to a new Nintendo Direct. The last time you probably saw me was at the E3 show in Los Angeles, and I hope you enjoyed our coverage during that week. You might remember we had a Nintendo Direct pre-E3 presentation just before the show started. During that presentation, we focused entirely on Wii U, but I also mentioned there would be other opportunities for us to show you more on Nintendo 3DS. Well, that is exactly what today's Nintendo Direct is about, and we hope you'll be excited by what's coming up in the next couple of months for Nintendo handheld gaming. You may notice I have been saying Wii a lot. That's because it's now time to hand you over to Mr. Shibata, the European variety of Satoru, for today's presentation. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Iwata, for your kind introduction. Hello, everybody, and welcome to the Nintendo of Europe warehouse out in the countryside of Germany. This is where we assemble, store, and ship games and consoles all over Europe. And as you can see, it's a pretty impressive place. You are probably surprised that I would be presenting from out here. But today we have a very special delivery to Europe, and I wanted to be here to take a look. But please see for yourself.
We received feedback from Nintendo handheld fans saying they would like a bigger 3D screen to play games on after the launch of Nintendo 3DS, and that's why we decided to work on a new hardware version, our new Nintendo 3DS XL system. The upper screen is 4.88 inches, which is 90% larger than the current 3D screen. You will be able to see Nintendo 3DS XL yourself soon as demo systems start entering store and exhibitions. There is also proportionally more 3D screen compared to the overall frame, and the rim around the edge is slimmer for an updated look. The bottom screen measures in at 4.18 inches, a similar increase from the 3.02-inch screen of the Nintendo 3DS. You can see the size and weight here. Although the screen is 90% larger, the hardware itself is only 46% larger. Making the screen larger means, of course, the backlight needs more power. To compensate for this though, we made the battery capacity larger for longer playing times. The resolution and processing power remains the same, but we've increased the size of the bundled SD card from 2 GB to 4 GB to give you more space for future software downloads. We decided to make the screen larger, but we also wanted to make the system available at a reasonable purchase price. Because of this, and because so many fans already own a previous handheld, an AC adapter will not be included. If you have a Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, or Nintendo 3DS, you can use your existing AC adapter to charge the system. If not, we have to ask you to purchase one separately, and we'll make sure there are plenty available at stores. For the same reason, we decided to sell the Cradle with AC adapter separately as well. Since we already received the first delivery of the system, you will probably have guessed the launch date is not far away. And you are right. Nintendo 3DS XL will actually launch in Europe from next month, July 28th to be exact. And as you saw in the video, the system will come in 3 colors, blue, red, and silver. But that's not all. We are also launching some games on the same day, games that we think really take advantage of the large new screen of the system. I really like to show you those games now, but I think that would be better from another place, as things might get noisy here soon. The first new game is Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance from Square Enix. It's a perfect game for fans of slick action in a world populated with distinctive Disney and Square Enix characters. But if you are not familiar with the series, we'd like to invite you to try out a great demo of the game, which is available free from Nintendo eShop right now. That's not the only demo available though. You can also sample Theatrhythm Final Fantasy from Square Enix. This is a rhythm game with a difference. It blends addictive rhythm gameplay with the world of Final Fantasy in a totally new way. You can also find the brand new Iwata Ask interview on our website today, which will give you all the background detail you need on this title. Next, we are bringing out a brand new entry in the series that was popular in Europe, and it's easy to see why we think this is a great match with the Nintendo 3DS XL. It's New Art Academy. It will launch across Europe on July 28th, the same day as Nintendo 3DS XL. For those of you who didn't have a chance to play Art Academy on Nintendo DS or Nintendo DSiWare, you might be surprised at how easy it is to become a good artist with a little help. If you did play it, then I'm sure you are ready to enjoy all the brand new features in store for you. There are completely new lessons and a technique to learn, and you can use new materials like a colored pencil and pastels.
You can share your creations with friends either locally or via spot pass, and you can even create your own custom lessons and share those too. We are also planning to release additional lessons after launch to download, and you can display your art in a virtual gallery like this. I don't think I'm the greatest artist, but I do know some people at Nintendo who are. One of our skilled artists in Nintendo Japan prepared a video showing how to create your very own Goomba. And I'm very pleased to tell you that the Goomba lesson will be available as a custom lesson for New Art Academy after the game launches. Now moving on to the next title that will also be available on July 28th. Freakyfarms for Nintendo 3DS has been one of the most successful new download games available from Nintendo eShop. So we decided to make a retailer version which takes a fantastic original and adds more for me's, a new RPG mode, multiplayer options, and much more. Let's have a look at the new Freakyfarms Deluxe. As with the original game, your first task in Freakyfarms Deluxe is to create some creatures called for me's and set them free on your own Freakyfarms planet. Let your imagination run wild as you choose from different colors, body parts, and voices, and put life into the characters you've created to make your own unique for me's. Once you're happy with your new creations, you can use them to explore the side-scrolling world around you. You can also customize the world with new background and scenery. When you talk to other for me's you meet, you'll be given tasks to complete, and each time you finish a task, you will unlock more creation options and challenges. New to Freakyfarms Deluxe is an RPG mode. In this new mode, you visit dungeons and try to complete an RPG quest with your for me's. You'll battle other for me's and gain special abilities by unlocking chests and beating boss characters. Each for me has its own strengths and weaknesses, so the challenge is to create a for me that can survive the dungeon. Freakyfarms Deluxe also uses Street Pass and QR codes to allow players to share for me's with each other, and you will be amazed at the designs some people come up with. You can set up your own themes or rules and create for me's with your friends with local multiplayer or download play options. Use your AR card to take a look at your for me in the real world in 3D and snap a picture or two. Freakyfarms Deluxe is a fantastic, engaging game where the only limit is your imagination. There is plenty of new content for owners of the first game to enjoy, and newcomers to the series will have the fun of discovering everything for the first time. If you managed to watch our E3 coverage, you will know that we showed off some features from our new Nintendo 3DS Mario game. New Super Mario Bros. 2 for Nintendo 3DS will be available in Europe from August 17th, both at your favorite store or as a digital download. In this game, coin collecting takes on a whole new dimension, and you can really enjoy the fun and the challenge of collecting up to 1 million coins. It adds depth and makes replaying more enjoyable than ever. Today I'd like to show you something new. We also have a special new coin rush mode that is going to challenge you like never before. Watch a special feature video to see how collecting coins and coin rush mode feature in the game. New Super Mario Bros. Is coming to Nintendo 3DS. New Super Mario Bros. 2. Mario's new adventure is filled with coins. For example, this is a gold ring. If you pass through one of these gold rings, enemies will turn gold for a short time, giving you the chance to collect loads of coins. If Mario wears a gold block on his head, coins will start to stream out from behind him,
jump or dash to create a stream of coins behind Mario. And with this new power-up, Mario can transform into Gold Mario, allowing him to turn blocks into yet more coins. The courses are also filled with lots of other ways to get coins. In a new mode called Coin Rush, the aim is to try to collect as many coins as you can. You have to play through 3 randomly selected courses with a reduced time limit. Your remaining time and how high you make it up the goal pole are also converted to coins. You can decide on your own strategy for how to collect the most coins. Share your records using Street Pass. You can even try to beat other players' records. Aim for 1 million coins. New Super Mario Bros. 2. This mode also uses Street Pass to allow players to challenge their friends to see who can collect the most coins across 3 stages in the shortest amount of time. Because you will only have 1 life in Coin Rush, it's a delicate balance of risk and reward. New Super Mario Bros. 2 is cramped full of content to play through, like previous games in the series. But we would also like to offer additional download contents after launch for this title. We will take the opportunity to get feedback from you, the players, to create a new Coin Rush courses that will be available to purchase as additional download contents at a later date. Look out soon for more information on this. Now for something a little different. 2012 is a fantastic year for sports, and the London 2012 Olympics are definitely one of the highlights. I have the pleasure to now introduce you to Sega's Sonic brand director, who has some exciting news relating to Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games. Hi everyone, I'm David Corliss, the Sonic brand director for Sega. As you know, we recently launched Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games on the Nintendo 3DS and Wii to celebrate the forthcoming Olympic Games. Hopefully many of you have already had a lot of fun playing these games, but today I'd like to tell you about a new free application we've developed for the Nintendo 3DS version. It's called the Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games Virtual Card Album. This is a free application that is exclusively available on the Nintendo eShop that allows you to collect more than 70 exclusive cards on your Nintendo 3DS system, many of which will be available in 3D. You'll get a starter pack of 5 cards to begin with, and then you can collect the rest in a variety of ways. Depending which cards you're collecting, you can get them via wireless connection with other players, via Street Pass and Nintendo Zone hotspots, or even by unlocking them with play coins. And because different cards have different rarity values, the way you collect them will reflect the rarity of that card. So watch out for the announcements on special location hotspots to get the really rare cards soon. Once you complete the set, you'll receive a special bonus card, but you'll only have until September to finish, so make sure you carry your Nintendo 3DS around so you can find them all. I also have some news about a special promotion we are going to run to celebrate the first year anniversary of Nintendo eShop. We are going to give you the chance to buy the most popular software from Nintendo eShop at reduced prices. The sale will last for 2 weeks and start right after this presentation finishes. You will be able to enjoy 20% off 5 popular games this week and another 5 next week. Don't forget to take advantage of this bonus offer. Now the Olympic Games are indeed huge,
but many football fans will be watching the Euro 2012 UEFA Cup Championship just as eagerly. Whichever country you are supporting, all fans love the excitement that great football brings, which makes it a good time to tell you about the new INAZUMA ELEVEN football game for Wii, which will arrive in Europe on September 28th. These unique RPG football action games have so far been very popular on Nintendo DS, but this new Wii version brings a more action-focused side to the series and can be enjoyed on your TV screen for the very first time. Experience amazing special moves in a way you've never seen before. Peggy 12. Next, I'd like to give you a few details on some Nintendo DS games, also playable of course on Nintendo 3DS in 2D. They are games from one of the most popular gaming series ever. Can you guess them all? Yes, it's Pokémon, of course. Firstly, let's talk about the Pokémon Black version 2 and the Pokémon White version 2, which will be out in store this autumn for Nintendo DS. Around the same time, we will launch the Pokémon Dream Radar game, exclusive to Nintendo eShop. You will be able to encounter and catch wild Pokémon when you move and direct your Nintendo 3DS in your living room or even outside. The best news though is that there will be legendary Pokémon featured in entirely new forms you will find first in Pokémon Dream Radar. And once you capture them, you can transfer them to your Pokémon Black version 2 and the Pokémon White version 2 games. There is another related topic I'd like to mention too. Imagine you are out in the wild and you've caught some new Pokémon. Wouldn't it be great to find out more about them? Then just launch the Pokédex 3D Pro application, which will also be available from Nintendo eShop. You will find data for more than 600 Pokémon in the application, and this is going to greatly help you on your adventure in the Unova region. Pokémon Black version 2 and the Pokémon White version 2 are both fantastic, deep Pokémon games for new and returning Pokémon fans. And when played on Nintendo 3DS, the experience gets even better thanks to Pokémon Dream Radar and the Pokédex 3D Pro. Let's take a look at the first English gameplay footage for Pokémon Black version 2 and Pokémon White version 2 now. The other Pokémon news is about a new game I'd like to introduce. Run with Pokémon Typing Adventure. This definitely does not sound like a normal Pokémon game, and it isn't. As the name suggests, this is a typing game where players have to type quickly and accurately to research over 400 Pokémon. The game comes bundled with a Nintendo wireless keyboard, which connects to the game via Bluetooth and can be used with other Bluetooth-compatible devices as well. Now, one of our localization team members from Europe is going to show us what the game looks like. This is one of the later levels in the game and is quite challenging.
At this stage, the pace begins to increase and you are only allowed 4 mistakes. To get the best score and catch all the Pokemon, you have to put your memory and reflexes to the test by typing quickly and accurately. Run with Pokemon Typing Adventure is a game that kids wanting to learn typing skills will really enjoy, but presents a uniquely fun and a challenging experience for more advanced gamers too. It's also a great opportunity to get the Nintendo Wireless Keyboard, which will come in English, German, French, Italian, and Spanish versions. Run with Pokemon Typing Adventure will arrive in Europe in September. Now, why don't we return to Nintendo 3DS and take a look at the brand new trailer for a game that came out in Europe just last week. Heroes of Ruin is an exciting new franchise from Square Enix, which takes you deep into a world of combat, honor, and adventure. But who better to tell you exactly why this game will captivate you than the developers themselves? Let's look at 37 reasons why you should play Heroes of Ruin. Peggy 12. Next, we have a trailer for something that has been popular in Europe. If I tell you we are going to take a look at some features that only a gentleman could appreciate, would you know what I'm talking about? I assume you still take your tea with milk? Hang on to your hat. It's him! Run! What on earth is going on here? 1, 2, 3, 4. Get enlightened. You remember your place. This is the robot that I gave to Henry. Let's find some more treasure. To the future that awaits. Randall, look out! I'm sorry, Herschel. I let you down. I can't pull you up. Now give me your other hand. I'd like now to give you an update on other upcoming games for Nintendo 3DS. We are looking forward to bringing you some of the games we have shown during E3, such as Luigi Mansion 2 and Paper Mario. But we also owe you some news on 2 other upcoming games, Animal Crossing and Fire Emblem for Nintendo 3DS.
In order to provide the best end result and gives fans the quality they expect from Nintendo, we can confirm today that these two titles will now be launching in Europe in the first half of 2013. We are sorry you will have to wait a little longer, but we hope you understand our desire to ultimately deliver a game that fans will love. However, we do have an update on another game, which is currently in development for the Wii U and Nintendo 3DS. At E3 last year, we announced we would release a new game in the Super Smash Bros. Series. Today, we'd like to share more about these two titles. We had originally planned to build a development team from scratch to create them, but the scope of the project, as well as our desire to deliver the games to fans in the timely manner, meant that we needed to take a different approach. We partnered with Namco Bandai Games and Namco Bandai Studio on this project, and will be leveraging their experience and expertise to bring the games to life. Of course, Super Smash Bros. Creator Masahiro Sakurai will act as game director and will lead the production as he has done previous installments in the series. Alongside Mr. Sakurai, Masaya Kobayashi, who most recently worked on Go Vacation for Wii, and Yoshito Higuchi, who has directed the Tales series before, will lead a team of talented and experienced developers within Namco Bandai Studio. The team has been working on the games since Mr. Sakurai completed the development of Kid Icarus Uprising for Nintendo 3DS. And today, we have special messages from Mr. Sakurai and Mr. Kobayashi that you can read on the Nintendo of Europe website. For a tennis-related treat exclusive to this Nintendo Direct, Mario Tennis Open came out recently in Europe, and I hope many of you have been enjoying playing online. Did you get to play against me yet? I've also been keeping my eyes out for the special QR codes that allow you to unlock different colored Yoshi characters to use in your game. There are still quite a few to be released, so look out for new codes in the next few weeks. This brings me to my special announcement. We have another very special character that we think will be popular with players, and European users can download him right now or after the presentation using this QR code. Just start up your Mario Tennis Open game, and when you get to the select file screen, hold up on the controller pad and start. Then target the QR code on the screen with your Nintendo 3DS. You'll get a special guest in your game. We've covered quite a few topics today, and I hope you enjoyed hearing about some new and exciting games and hardware that we are bringing to you soon. As you know, we use Nintendo Direct to look at what's coming up in just the next couple of months. However, I wanted to leave you today with a reminder of all the great games that are coming up just a little further on as well. There really is something for everyone in the coming month. That's it for another European Nintendo Direct. Thank you so much for joining me, and I hope to see you again at the next one.